こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今回はアメリカの紀ノ国屋書店に行ってきましたということで、テキサス州オースティンにある紀ノ国屋書店オースティン店の中身をですねご紹介したいと思います。紀ノ国屋書店といえば知らない人がいない大手の書店ですよね。私も日本に帰るたびに必ず紀ノ国屋書店さんに行っています。アメリカにも実は紀ノ国屋書店っていうのはたくさんあります。有名なものとしてはニューヨークとかロサンゼルスにある紀ノ国屋書店さんが有名なんですけれども、実は私が住むテキサス州オースティンにもですね紀ノ国屋書店さんがあります。こちらの紀ノ国屋書店さんには私は非常に個人的にもお世話になっていまして、2018年に写真で見る看板標識ラベルパッケージの英語表現という本、それから2020年にはですね写真と動画で見るジェスチャーボディーランゲージの英語表現という本を出しているんですけれども、この2冊の本を出すたびにですね毎回こちらの紀ノ国屋書店さんで観光イベントというのを開かせていただいているので、個人的にもですね紀ノ国屋書店オースティン店さんにはいろいろとお世話になっています。今回紀ノ国屋書店オースティン店さんを、紹介させていただこうと思ったのはですね、紀ノ国屋書店って、本屋さんなんですけれども、売っているものが日本国内の紀ノ国屋書店さんとはかなり違っています。で、実際オースティンっていうのはそんなにロサンゼルスとかニューヨークに比べると日本人の人口がかなり少ないんですね。で、そんな中でこのようにアメリカ人の人たちにも愛されるお店をやっているというのがですね非常に面白いと思ったので、どんなものを売ってるのかっていうのをちょっとご紹介させていただけたらと思います。ちょっと今コロナのこともあってあまり外出できない状況なので、先日久しぶりに紀ノ国屋書店に行ったんですけれども、でその時にちょっと店長さんとお話をしていたらですね、ひょっとしてビデオとか撮っていいんですかって言ったら、ああいいですよっていうふうに快諾してくださったので、ぜひ日本の皆様にもですねアメリカの紀ノ国屋ではどういうものが売られているのかというのをちょっとご紹介できたらと思いますので、どうぞよかったらご覧ください。こちらが紀ノ国屋書店オースティン店さんを正面から見たところです。この右側にはですね回転寿司のくら寿司が入っていて、ここもよく行きます。そして左横はですねアジア系の99レンチというスーパーが入っています。この辺は他にもダイソーとかあってジャパンタウン化してきている気がします。では中に入ってみたいと思います。ちょうどこの撮影をした時期っていうのがオースティンはコロナがステージの5だったんですよね。それでマスク着用はもう必須です、マスク必要だったらありますよみたいなサインが出ています。店内はすごいカラフルで明るくて見てるだけでテンション上がってきます。トトロが迎えてくれてます。トトロの後ろはゴジラの特集をやっていました。アメリカで日本っていうとアニメのことそんなに知らなくてもゴジラなら知ってるっていう人も多いと思います。英語ではゴジラはガゼラですね。ゴジラのグッズもあります。この辺はね、このカラフルなソックスがホットソックスって書いてありますけど、めっちゃ可愛いんですよね。アイスとかこんなの日本にありますか？なんかお相撲さんとかだるまさんとか可愛い柄があります。どんどん先に進んでいきたいと思います。こっち側にあるのはなんだこれ、観葉植物のおもちゃ、なんか陶器みたいなのもありますね。プッシュティーンとかっていうのもあります。この辺すっごい日本っぽいですよね。可愛くて。見てください、これカップヌードルのアイテムですよ。日本が誇るカップヌードル。こういう遊び心が嬉しいですね。上にはトトロもいます。この辺はキティちゃんとかぐでたまとかサンリオコーナーでしょうかね。サンリオこっちでも人気ありますからね。この辺はガンプラコーナーですね。さっきまでファンシー雑貨ばっかり見てきたんですけど、やっぱり紀ノ国屋書店さんなのでたくさん本もあります。ここにあるのは全部漫画ですけど全部英語版ですね。これだけたくさん
英語版の漫画が出てるっていうのもびっくりだし、これだけたくさん漫画を読むアメリカ人がいるっていうのも驚きです。ずっとこの棚漫画続いています。あ、ドラゴンボールなんてありますよ。ちょっと横にワンピースの絵が見えるんですけど、この棚からは日本関係の日本に関する英語の本とか日本の文化を伝えるとか、こんまりさんの本もありますね。日本語に興味を持っている、日本文化に興味を持っている人が探すような本かなと思います。落語ね、日本の文化を教えるような本が多いですね。あ、私の本も置いてくれています。嬉しいですね。いやー、これだけたくさんの日本関係の本とか日本語関係の本が並んでるのを見ると、アメリカ人で日本に興味持ってくれてる人がこんなにたくさんいるんだなっていうのが伺えて嬉しいですよね。なんか日本の本屋さんの洋書の売り場と語学書の売り場をそのまま持ってきたような感じなんですけど、でもそれが割とメインのところに置かれているっていうのがちょっと日本とは違って不思議な感じがします。いやー、日本語を教えてた時のことを思い出してしまいました。懐かしいですね。一人でも多くのアメリカ人の方に日本語勉強して日本のこと好きになってほしいです。この辺は日本人向けの日本語の本ですね。この辺は漫画ですね。単行本とか文庫本が続いていますね。やはり日本人人口が少ないという土地柄なのでコンパクトにまとまっている感じがします。あ、これ Japanese Language 漫画って書いてあります。店長さんの話によると、日本語がわからなくてもすごく漫画の作品が好きで、それで絵を見るだけでもわかるからっていうので翻訳が出るまで待ちきれなくて漫画を買ってしまうアメリカ人も多いそうです。この辺はまた英語のカラフルな本が並んでいますね。着物とか、その横はトラベル関係、地図とか旅行ガイドみたいなのが続いています。テキサスなのでちゃんとメキシコ料理なんかの本も置いてありますね。この辺は主に日本人向けの付録付きの雑誌のコーナーですね。この辺は雑誌の類であったりとか週刊誌の類であったりとか、こっちに住んでる日本人向けなのでちょっとした英会話の本なんかもあります。ありがたいことに私の本もこうやって綺麗に展示してくれています。地元の著者を応援していただいてありがたいです。地元のアーティストといえばその奥にある絵もですね、イエローさんという地元のアーティストの作品です。この辺は村上春樹さんの作品ですね。この辺はドラえもんとか、こっちに住んでる日本人のお子さん向けのものかなっていう感じですね。そうだ、ポケモンも日本を代表する人気キャラクターでしたね。これは DVD かな？最近 DVD ってあんまり見かけなくなったと思うんですけど、ゴジラとか日本を代表する作品が置いてあるってことでしょうね。なんか宮崎作品が圧倒的に多いのに気がつきますね。ポニョとかホタルの墓とかもののけ姫とかすごいですね。トトロまだあった。いやー、ジグソーパズルもあるし、ほんと宮崎作品圧倒的に多いですね。この辺に早尾宮崎本もあるし、タオルもあるし、すごいですね。やっぱり日本が好きな人っていうのはアニメ好きが多いし、アニメ好きの中でも特に宮崎作品が人気があるっていうことなんでしょうね。ナウシカとか、この辺は英語の本ですね。そして紀ノ国屋さんといえばこういう
種類の豊富なノートがあるっていうのも本当に素晴らしいと思っています。本当にこういうのを見ると日本だなっていう感じがしますね。アメリカにも一応ノートみたいのはあるんですけど、普通に使うノートってちょっと無味乾燥な機能重視でそんなに可愛くないものが多いような気がします。ペンとかもこんな種類多いのってあんまり見たことないですね、アメリカでは。こういうの見るとすごいテンション上がります。この辺はカードですね。日本語で書かれてる可愛いのもあります。珍しいうちわもある。書道の道具もあって、こんなのはここじゃなきゃ買えないですよね。百人一首のなんかカルテとかさ、折り紙とかさ、こんなのも英語の折り紙の本とかありますよ。そしてキングコング対ゴジラなんかの展示がありますね。で、横にあるのはなんだろう、ハンコですね。これも日本的です。ということで一通り見ましたので、トトロくんに挨拶してお別れしたいと思います。トトロくんありがとう。また来るね。いかがでしたでしょうか。紀ノ国屋書店オースティン店さんというのは、日本の紀ノ国屋さんと比べるとやはり日本人が少ないだけあって、日本人向けの本というのは全体的に見てはかなり少なくてですね、どちらかというと文房具とか日本の雑貨みたいなものとかアニメ関連のグッズとか、そういったものが比重としては大きいのではないかなと思います。私は個人的にはこの紀ノ国屋さんから学ぶところが非常にあると思っています。というのもですね、私は翻訳という仕事をしている関係上、ただ文字を置き換えるだけではなくて、ローカライゼーション、現地化というようなことをいつも考えていて、例えば日本の商品をですね、そのまま海外に持って行ってもそのままでは売れない。なので海外で売れるようにするためには、その現地の人たちのニーズみたいなものを考慮して、で現地化していかなければいけないというようなことをこの翻訳業ではやるんですね。で、私もそういうローカライゼーションということをすごく意識してやってきているので、どうすれば現地の人がどういう商品を買ってくれるのか、どうすれば現地の人に愛されるお店として存続していけるかということを非常に意識したお店作りになっているなというのを、私自身がローカライゼーションという仕事をしている関係上非常に強く感じました。日本とは全く品揃えが違う紀ノ国屋さんですけれども、現地化に成功することによってアメリカ人のお客さんにも愛されて、オースティンの街で人気のある店として何年も営業しているというところが本当に素晴らしいなというふうに思いました。私もね、そのうち、また次の本を書くことがあったら、ぜひまた紀ノ国屋さんで観光イベントなどお世話になりたいなと思っています。この番組を見ていらっしゃる方もオースティンにいらっしゃることがあったら、ぜひ紀ノ国屋書店オースティン店さんに足を止めていただければと思います。今回は紀ノ国屋書店オースティン店さんをご紹介させていただきました。今までもホールフーズであったりトレーダージョーズであったり、こちらのショッピングの動画をいくつか上げていますので、そちらの動画もよかったらご覧ください。海外生活やショッピングに興味のある方、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録、メルマガ登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.